今日は揚げないフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は揚げないフライドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ちょっと変わったフライドポテトを作っていきます。フライドポテトといっても今回は揚げないので、正式にはベークドポテトなんですけれども、味わい自体はフライドポテトのような仕上がりになります。さらにですね、簡単に作れる2種類のソースもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにポテトの材料からご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、オリーブオイル、塩、黒胡椒。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもなんですが、じゃがいもの品種はメークインを使うようにしてください。男爵芋とかホクッとしたお芋の品種を使ってしまうとちょっとうまくできないので、メークインのような滑らかな食感のじゃがいもを使ってみてください。そして今回はですね、ソースを2種類作るので、味付けは薄く塩味と、あとはブラックペッパーをまぶしていきます。こちらのブラックペッパーに関しましてはお好みで OK です。それでは続いてソースの材料をご紹介します。今回ですね、ソースは2種類作っていきます。まず1つはガーリックソースですね。材料はこちらです。ヨーグルト、マヨネーズ、粉チーズ、ニンニク、小ネギ、オリーブオイル、こちらの6つの材料で作っていきます。もう一つはスイートチリソース&サワークリーム風のソースを作っていきます。材料はこちらです。ヨーグルト、スイートチリソース、こちらの2つで作っていきます。両方ですね、ヨーグルトは水切りヨーグルトにして使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それではですね、まずソースから作っていきます。ソースにはですね、先ほども言ったんですが、こちらのヨーグルトを水切りした状態で使っていきます。こちら側がガーリックソース用で、こっち側がスイートチリソース用です。こちら両方水切りするので、一度に水切りしたいと思います。まずですね、ザルとボウルを用意してください。そしてここにキッチンペーパーを敷きます。そしてここにヨーグルトを入れます。で、ヨーグルトはね、必ず無糖のものを使用しましょう。両方入れます。両方入れたら、このキッチンペーパーを上にかぶせます。そしてお皿など何でも大丈夫です。重しになるものを上に置いてください。そしてこのまま冷蔵庫で1時間水切りします。はい、1時間経ちました。そしたらお皿を取ります。そうするとですね、このようにヨーグルトから水分が出て水切りヨーグルトができます。では水切りヨーグルトができたので、2種類のソースを先に作っていきます。まずはじめにガーリックソースからです。ガーリックソースはまずフライパンにオリーブオイルを入れてください。はい、そしてここにニンニクを入れていくんですが、ニンニクはですね、この中のね、ニンニクの芽を爪楊枝などを使って取り除いてください。こんな感じです。そしたらここにそのまま入れます。そして火にかけます。ちょっとね、傾けながら加熱していきます。この時ね、フライパンから火が出ないようにだけ注意してください。少しね、ニンニクに焼き色がつくまで焼いていきましょう。ちょっとね、パチパチっと跳ねるので、油跳ねには十分に注意してください。このぐらいですね、焼き色がつくまで焼いてください。そしたらフライパンから取り出します。フライパンから取り出したニンニクですね、こちらをやけどしないように刻んでいきます。一回ね、このように焼いていただくことで、ニンニクのね、ツンとした感じの辛みなどを取り除くことができます。はい、ニンニクの準備はこれで OK です。はい、それでは続いて小ネギを切っていきます。まずね、根元を切り落としてください。そして2等分にします。あとは切り口を揃えて切っていきましょう。小ネギの量に関しましてはお好みの量だけ使ってください。小ネギの準備はこれで OK です。それではですね、ソースを合わせていきます。まずこちら水切りヨーグルトですね。そしてここにマヨネーズ、粉チーズ、あとはニンニク、そしてここに小ネギ、あとはですね、ニンニクを炒めた時に使ったオリーブオイル半分ぐらいですね、加えてください。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、これでガーリックソースの完成です。これでね、ちょっと味見していただいて、あとはお好みで調整していただいても OK です。はい、それでは続いてスイートチリ&サワークリーム風のソースを作っていきます。器にスイートチリソースです。
そしてここに水切りヨーグルトを加えます。あとはこちらをよく混ぜましょう。はい、こちらのソースはこれで完成です。こちらも同じように味見をしてお好みで味は整えてみてください。それでは続いてじゃがいもを茹でていきます。まずですね、じゃがいもの皮をしっかり洗って、あとはじゃがいもに芽があった場合はそこだけ取り除いてください。はい、OK です。今回ね、メークインのじゃがいも5つ使っていきます。グラムで言うとだいたい 450g になります。こちらは目安にしてみてください。それでは今からじゃがいもを茹でていきます。お鍋を用意してください。ここにじゃがいもを入れます。はい、そしてここにお水を入れましょう。じゃがいも全体がしっかり浸るまでお水を入れてください。茹でてるとね、お湯が蒸発してくるのでちょっと多めのねお水を張ってください。ここでポイントなのが、じゃがいもはお水から茹でるようにしてください。お水から茹でることでじゃがいもの甘みがアップして美味しい仕上がりになります。それでは火にかけます。火加減は中火です。このまま沸騰させて、沸騰したら中火から弱火の間で火加減を調整しながら茹でてください。茹で時間に関しましては、じゃがいもの品種やあとは大きさによっても茹で時間の適正な時間が変わってくると思いますので、こちらは様子を見ながら調整してください。それでは茹でます。はい、茹で上がりました。火を止めます。きちんと火が通ってるかは竹串などでチェックしてみてください。そしたらこちらはざるにあけます。はい、こんな感じでね、美味しそうに茹で上がりました。今ね、まだ少し熱いのでこのまま5分ほど粗熱を取ってください。はい、今ね5分ほど粗熱を取りました。そしたらですね、オーブンにクッキングシートを敷いて、その上にじゃがいもを置いてください。そうしましたらじゃがいもをだいたい1センチから2センチ幅に切っていきます。はい、でこのように切りました。で切ったらこちらをね一度全体並べてください。皮付きが嫌な場合もね、このタイミングで剥いていただくと剥きやすいと思います。はい、このように並べてください。ちょっとね1枚じゃ全部並べきれなかったので、並べられる分だけまず並べてください。で並べる時は少しね間隔を空けます。そしたらですね、じゃがいもの上にラップを貼り付けて、そしてじゃがいもを潰します。ちょっと形を整えます。はい、こんな感じでじゃがいもを潰してください。それではね、残りも同じように手で潰していきます。こうやってね潰すと結構広がるので、間隔を空けてじゃがいもは置くようにしてください。材料説明でも言ったんですけれども、この潰す時に男爵芋など使っちゃうと結構パラつきやすくなります。なのでおすすめはメークインです。はい、このように潰しました。それではね、残りも同じように潰していきます。はい、すべて潰し終わりました。そしたらですね、この表面に続いてオリーブオイルを軽く塗っていきます。そしてここに薄く塩ですね、まぶします。そしてあとは黒胡椒です。こちらも軽くですね。それではこちらをですね、230度に予熱したオーブンで10分から20分ほどこんがり焼き色がつくまで焼いていきます。焼き時間はオーブンの種類によって変わる場合があるので、様子を見ながら調整してください。それでは残りもこのようにトッピングして一緒に焼いていきたいと思います。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにいい感じに焼き色がついたら止めてください。それではこのまま飾り付けます。はい、これで揚げないフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように周りはカリッとして美味しそうに仕上がってます。はい、そしてこちらが2種類のソースです。ぜひね、こちらにつけながら召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。この周りの部分がカリカリですごく美味しいです。そしてじゃがいももすごく甘いです。手作りソースにつけていただきたいと思います。まずはガーリックソースですね。いただきます。ニンニクのパンチが効いててすごく美味しいです。ではこちらチリソース&サワークリーム風のソースもいただきます。こっちのソースもすごく美味しいです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の揚げないフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですが、じゃがいもの品種はメークインを使うようにしてください。男爵芋とかホクホク系のお芋を使ってしまうと潰した時にポロポロしてしまいます。なのでしっとり滑らか系のメークインを使ってください。メークイン以外でも似たようなものもあると思いますので、メークインに近いようなじゃがいもの品種を選ぶようにしてください。そしてじゃがいもを使う量なんですが、今回は5つでだいたい450から 500g ぐらいのじゃがいもを使いました。こちらの量に関しましてはお好みの量で作ってみてください。その場合じゃがいもを茹でる時間とか、あとは焼き時間も変わってくると思いますので、そちらは調整していただけたらと思います。そしてじゃがいもを茹でる時のポイントです。今回ね、皮付きのまま茹でました。そうすることでじゃがいもの風味をしっかりと残すことができます。さらにお水から茹でることでじゃがいもの甘みがアップしてとても美味しい仕上がりになります。ちょっと茹でる時間は長いんですけれども、ぜひこの方法でやってみてください。そして茹で上がった後はざるにあけて粗熱を5分ほど取ってください。出来たてはね、とても熱々なので作業しにくいと思います。だいたいお芋を触っても平気なぐらいの温度になるまで下げていただくといいかなと思います。そしてその後はですね、だいたい1センチ2センチ幅にじゃがいもを切ってください。そしてじゃがいもを切ったらじゃがいもの上にラップを敷いて、その後手で押しつぶしてください。この押しつぶし加減なんですけれども、薄くすればするほどカリッとした仕上がりになります。外側がカリッとして中がしっとりとした食感にしたい場合は少し厚めにしていただくといいかなと思います。こちらはお好みでやってみてください。あとはですね、オーブンで焼くだけなんですけれども、オーブンの焼き時間に関しましては使っているオーブンの種類によっても変わってくる場合がありますので、様子を見ながら調整してみてください。そして今回はですね、2種類のソースもご紹介しました。こちらのソースもすごく美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は揚げないフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。